お金は波動に引き寄せられてやってきます。あなたの内側が変わるとき、豊かさも動き始めるのです。お金を引き寄せる。そう聞くと、多くの人はどうやって稼ぐか、何をすれば手に入るかを考えます。けれど、スピリチュアルな視点から見ると、お金は努力の結果だけではなく、もっと根本的な波動の共鳴によって引き寄せられているのです。例えば、あなたの心が満たされているとき、ふとしたご縁や流れでお金がやってくることがあります。逆に、足りない、焦ると思っているときほど、なぜか出費が増えたり、チャンスが遠ざかったりする。そんな経験、あなたにもあるのではないでしょうか。お金は波動の流れにとても敏感です。だからこそ、自分の在り方を見つめ直すことが、豊かさを受け取る準備になるのです。今回のテーマは、お金と波動のつながり。心の在り方一つで、お金の巡りがどう変わるのか、その秘密を優しく解き明かしていきますね。第1章、お金を引き寄せる人が持っている共通した波動。お金を自然と引き寄せている人には、ある共通した波動があります。それは、特別なスキルや行動力よりも、エネルギーの質が穏やかで、開いていること、安心している、感謝している、自分には価値があると深いところで知っている。そうした人の波動には不足のエネルギーがありません。むしろすでに持っている、受け取っていいという豊かさの前提があるのです。お金はこの波動に共鳴するように流れてきます。無理に追いかけなくても、ふとしたご縁や偶然に乗って自然とやってくるのです。それは目には見えないけれど、誰の中にも備わっている引き寄せの力。お金を引き寄せる人たちは、それを無意識に使っているのかもしれません。第2章、逆に、お金が遠ざかる波動とは、お金を引き寄せる波動があるように、実はその逆、お金が遠ざかってしまう波動も存在します。それは、足りない、奪われる、自分には価値がない。そんな不足から来るエネルギーです。例えば、どうせ私には無理。お金は出ていくばかり。豊かになるには苦労しないといけない。そんな思考が習慣になっていると、その波動が現実に投影されていきます。つまり、お金が来ないのではなく、お金の通り道を自分で閉ざしている状態なのです。努力しても報われない。人のために尽くしても、なぜか自分には返ってこない。そんな時は、行動ではなく波動を見直すタイミング。あなたがどんな思いを持って、どんなエネルギーで生きているのか。それが、お金との距離を決めているのです。第3章、豊かさの波動にチューニングする日常の習慣。豊かさの波動に共鳴するには、特別な能力や工事の知識は必要ありません。むしろ大切なのは、日常の中でどんな波動を選んでいるか、それにつきます。例えば、感謝の習慣。お金を使った時にありがとうと伝える。身近なものに感謝するだけで、あなたの波動は少しずつ満ちていきます。また、受け取る練習も大切です。褒め言葉、贈り物、ちょっとした親切を素直に受け取る。そこには、私は豊かさを受け取っていい存在だという波動が含まれています。さらに、与えることも豊かさの波動の一部。見返りを求めずに与えられるとき、あなたは満ちている人の波動になります。これらはどれも小さなこと。でも、その小さな選択の積み重ねがあなたのエネルギーを確実に変えていくのです。第4章、お金は波動の器に注がれる。お金の流れを見ていると、ふと気づくことがあります。それは、お金は器の大きさに応じて入ってくるということ。ここで言う器とは、あなたの波動の広がり、つまり、どれだけ受け取っていいと思えているかという内側のエネルギーです。器が小さいと
どれだけ与えられてもこぼれてしまいます。逆に器が開かれていると自然と流れが集まってくる。その器を広げる鍵は安心感と信頼。焦りや不安があると波動は縮こまり、お金も入りづらくなるのです。だからこそ今あるものに満足する、未来を信じる、そんなあり方が器を優しく広げていきます。豊かさとはただ増えることではありません。受け取れる自分になることで自然と訪れるものなのです。第5章、お金のブロックは波動で溶かせる。なぜかお金に対して前向きになれない。お金を受け取ることに罪悪感がある。それは知らず知らずのうちにできたお金のブロックかもしれません。子供の頃に聞いた言葉、過去の失敗や親の価値観、それらが心のどこかに残り、自分は豊かになってはいけないと波動に刻まれているのです。でもそのブロックは努力や理屈ではなかなか外れません。だからこそ波動からアプローチすることが大切なのです。例えば小さな喜びを味わうこと、好きなものを買って心から楽しむこと、それだけで波動は不足から満たされるへと変わっていきます。ブロックは戦って壊すものではありません。優しく包んで光に溶かすもの。あなたが自分に豊かさを許すとき、お金の流れもまた優しく変わり始めるのです。最終章、お金の波動が整うとき、人生も整い始める。お金というのは実はとても繊細で、あなたの今の波動に正直に反応する存在です。無理に追いかけると遠ざかっていく。でもあなたの波動が整い、安心と感謝に満たされてくると、お金もまた静かに寄り添うように流れてきます。豊かさとはただ通帳の数字が増えることではありません。不安が消え、自由を感じ、誰かの優しさを受け取れる心の余裕、そうした目に見えない豊かさが先に波動として生まれ、やがて現実となって現れてくるのです。お金の波動が整ってくると、不思議なことに人生のいろんな部分が優しく調和し始めます。人間関係、仕事、心の状態、どれもお金と同じようにエネルギーの鏡なのです。だからこそ豊かさの入り口はいつもあなたの内側にあります。お金の流れが止まったように感じたら、それは宇宙からの入金待ちかもしれません。毎日頑張っているのに、こんなに節約しているのに、人のために心を込めて生きているのに、それでもなぜか豊かさが遠ざかっていく、そんな風に感じることはありませんか？本当に望んでいるのは贅沢や派手な成功ではなくて、心が安心できる日々、誰かと分かち合える温かな時間、そしてもう大丈夫と感じられるような静かな豊かさ。でも現実はなぜかうまくいかない。足りないことばかりに目が向いて、つい自分を責めてしまう。もしかするとそれはあなたの価値が足りないのではなく、宇宙銀行という見えない仕組みをまだ知らなかっただけなのかもしれません。宇宙銀行とは、あなたがこれまでに与えてきた愛や祈り、感謝、信頼、そうした見えない豊かさが貯金されているエネルギーの口座です。今日の動画では、その宇宙銀行の仕組みと、あなたがすでに持っている引き出す力について、優しくお話ししていきます。どうぞ、心を少しだけ緩めて、聞いてみてくださいね。第1章、宇宙銀行とは、宇宙銀行とは、目には見えないけれど、誰もが生まれながらに持っている豊かさの口座のようなものです。その口座には、お金ではなく、あなたがこれまでに人に向けてきた思いやり、誰かのために流した涙、温かい祈り、感謝の気持ち、そして自分を信じて歩いてきた日々の波動が
そっと記録されています。宇宙はそれらをすべて見守り、受け取っています。あなたが良いことをしたかどうかではなく、どんな気持ちで生きていたかを大切にして、日々のエネルギーを貯金のように蓄えてくれているのです。この宇宙銀行の存在に気づくと、あなたの世界の見え方が少し変わるかもしれません。今はまだ受け取れていないと感じていても、実はあなたの口座にはたくさんの愛の残高が積み重なっているのです。それはあなたがすでに与えてきた証であり、これから受け取る資格がある存在であるということ。次の章では、その豊かさの残高をどうやって増やしていくのか、優しく見ていきましょう。第2章、どうすれば残高が増えるのか。宇宙銀行の残高は、皆さんの日々の波動によって静かに積み重なっていきます。例えば、誰かにそっと手を差し伸べたとき、心からありがとうと感じたとき、ほんのひとときでも安心や希望を抱けたとき、そんな瞬間のエネルギーはすべて宇宙銀行に入金されているのです。反対に、足りない、どうせ無理といった思いが続くと、入金の流れは少しずつ滞ってしまいます。けれど、それもまた悪いことではありません。私たちは不完全でいいし、揺らいでいい存在だからです。大切なのは、どんな気持ちで過ごしているか。宇宙は、その人が放つ波動の質を感じ取り、それに見合ったエネルギーを優しく貯めてくれているのです。つまり、無理に頑張る必要はありません。小さな感謝、小さな微笑み、小さな優しさ、それだけで、あなたの宇宙口座には、今日も豊かさが溜まっているのです。次の章では、その豊かさが引き出されるタイミングについて見ていきましょう。第3章、引き出されるタイミング。宇宙銀行に豊かさが溜まっていても、それが現実に引き出されるには、ある条件があります。それは、あなたの波動が受け取りたい現実と一致したとき、例えば、誰かの優しさを素直に受け取れたとき、私は愛されていいと心から感じられたとき、何も持っていなくても、なんだか安心していると感じられる瞬間、その波動が宇宙銀行の残高とリンクし、引き出しが起きるのです。逆に、こんな私がもらえるはずない、まだ早いと思っていると、どれだけ残高があっても受け取る流れは保留になってしまいます。宇宙はあなたが信じた分だけ答えてくれます。だからこそ、現実が動き出すのは、あなたが私はもう受け取っていいと心で許した時なのです。受け取ることに遠慮はいりません。あなたが放ってきた愛と優しさはずっと記録され続けています。次の章では、その宇宙銀行を動かすための日常の小さな習慣についてお話しします。第4章、宇宙銀行を動かす3つの習慣。宇宙銀行にアクセスするのに難しいことは必要ありません。特別なスキルや知識よりも大切なのは日々のあり方です。ここでは宇宙銀行を優しく動かすための3つの習慣をご紹介します。1つ目は、朝の時間に今日も豊かさを受け取りますと意図すること。たとえ言葉に出さなくても、心でそっとそう思うだけで、波動が受け取りモードへと切り替わります。2つ目は、誰かに優しくしたとき、心の中で今、入金されたなと感じてみること。すると、善意や思いやりの行動がもっと温かく、喜びを伴うものになります。そして3つ目は、不安や不足を感じたときに、宇宙銀行に任せようと意識を戻すこと。すべてを自分一人で背負おうとせず、目に見えないサポートを信頼してみてください。これらの習慣は小さなことに思えるかもしれません。でも、その小さな積み重ねが宇宙の流れを少しずつ動かし、あなたの人生に優しい豊かさを引き寄せてくれるのです。次の章では、あなたの心にそっと伝えたい、ある大切な真実をお届けします。第5章、私はもう
豊かさに値する存在だった。多くの人がこう思い込んでいます。もっと頑張らなきゃ豊かさは受け取れない。私はまだ受け取るほどの人間じゃない。何かを犠牲にしないと報われない。でもそれは本当でしょうか。宇宙銀行はそんな条件付きの評価では動きません。あなたがこれまでに与えてきた優しさや乗り越えてきた痛み、誰にも言わずに流した涙、それらすべてがすでに価値として記録されているのです。つまりあなたはもう豊かさに値する存在だった。足りないどころかむしろずっと与えてきた側だったのかもしれません。私はすでに愛されるに値する。私はすでに受け取っていい。そう信じることができたとき、あなたの波動は静かに変わり始めます。そしてその信じる力が宇宙銀行の扉を優しく開くのです。次はいよいよ最終章です。あなたの人生に流れ始めている豊かさの光についてお話ししますね。最終章。あなたの豊かさはもう始まっています。あなたがこれまでに歩んできた道のり、人知れず重ねてきた思いやりや優しさや信じる心、それらはすべて見えない形で豊かさとなって宇宙銀行にしっかり記録されています。もしかしたらまだ実感できていないかもしれません。現実に変化がないように感じる日もあるでしょう。でもどうか忘れないでください。豊かさはある日突然やってくるものではなく、あなたの中にすでに流れ始めているのです。心を開いてほんの少し受け取ってもいいと許してあげるだけで、宇宙銀行の扉はそっと開きます。そしてあなたが必要とするタイミングで必要なだけの豊かさが自然と届くようになっています。それは偶然ではなく、ずっと前から準備されていたこと。あなたの存在そのものがすでに価値ある光であり、宇宙はそれをずっと見守っていたのです。あなたが自分を信じた瞬間、豊かさの扉はそっと開き始めます。お金の悩みは現実的なもののように見えて、その奥には魂のサインが隠れていることがあります。頑張っているのになぜかうまくいかない。豊かさを引き寄せたいのにいつも空回りしてしまう。そんな時、目に見えない波動のズレが起きているのかもしれません。本当の豊かさは行動量や努力だけでは生まれません。それはあなたの魂とエネルギーが一致した時、自然と現実が流れ出すように訪れるのです。この動画では魂と一致した豊かさを引き寄せるための3つのステップをスピリチュアルな視点からお届けします。あなたの中にある本当の喜びを思い出しながら、お金との関係を優しく整えていきましょう。豊かさはあなたの外にあるものではありません。その源はあなたの内側にすでに宿っています。第1章、お金のブロックはどこから生まれるのか。私たちの中には自分でも気づかないうちにお金を受け取ってはいけないという思い込みが根付いていることがあります。それは幼い頃に聞いた何気ない一言かもしれません。お金は苦労しないと手に入らない。豊かさを求めるのはわがままだ。そんな言葉があなたの心の奥深くにブロックを作っていったのです。あるいは過去世での体験や魂の記憶としてお金イコール傷つくものとしてインプットされている場合もあります。その結果、自分では望んでいるつもりなのに無意識では受け取ることを拒んでしまう。そんな波動のズレがお金の流れを止めてしまうのです。まずは自分の中にあるお金に対するイメージに気づくこと。それがブロックを手放すための第一歩です。あなたの内側にある思い込みを一つ一つ優しく見つめてあげてください。第2章、魂と一致するということ。魂と一致するというのは本当の自分で生きることを選ぶことです。
世間の価値観や周囲の期待に応えることではなく、自分の内なる声に静かに耳を澄ませること、あなたが心から心地よいと感じること、時間を忘れて没頭できること、それが魂の喜びであり、あなたという存在の本質なのです。魂と一致すると不思議なことが起こり始めます。偶然のような導き、人とのご縁、必要なタイミングでの出会い、それはすべて宇宙があなたに送る合図です。豊かさとは本来外にあるものではありません。あなたの内側にある純粋な周波数がそのまま現実に映し出されていくもの。だからこそ魂の声に素直になることが豊かさの入り口なのです。それでは次の章から魂と一致した豊かさを引き寄せるための具体的な3つのステップについて分かりやすくご紹介していきます。第3章、ステップ1、不足の波動に気づく。豊かさを引き寄せる最初のステップは不足の波動に気づくことです。お金が足りない、不安だという思い、誰かと比べて焦ってしまう気持ち、もっと頑張らなければという心の奥にあるプレッシャー、これらはすべて今の自分は足りていないという波動を放っている状態です。宇宙はあなたの放つエネルギーに正直です。だから不足の波動を出していると現実にも不足している状況が自然と引き寄せられてしまいます。でも大丈夫です。それに気づくことがすでに波動を変える一歩だからです。自分を責めたり否定するのではなく、ああ、私は今こんな思いを持っていたんだなとただ静かに認めてあげてください。気づきとは癒しの始まり。あなたのエネルギーはそこからゆっくりと整い始めていくのです。第4章、ステップ2、魂の喜びに従う。お金の流れを変える2つ目のステップは魂の喜びに従うことです。人は好きなことやワクワクすることに触れているとき、自然と波動が高まります。そしてその状態こそが宇宙と最も強く共鳴している瞬間なのです。あなたの魂が喜ぶこと、それは誰かの期待に応えることでも誰かの価値観に合わせることでもありません。本当はあなたがこうありたいと感じているその内なる願いにすでに答えがあるのです。例えば小さな趣味でも構いません。これをしているとき私は安心する。こんな瞬間が心から好き。そんな喜びの種をどうか丁寧に育ててあげてください。お金はその喜びに共鳴してやってきます。頑張って稼ぐものではなく、自分らしくいることで自然に巡ってくるものへと意識が変わっていくのです。豊かさの本質は外の世界ではなく、あなたの内側の響きにある。それを思い出すことが新しい現実の扉を開く鍵になります。第5章、ステップ3、受け取ることを自分に許す。最後のステップは受け取ることを自分に許すこと。これはシンプルなようでいて、多くの人が無意識に制限をかけている部分です。例えば、私にはまだ早い。そんなに受け取ったら申し訳ない。もっと頑張ってからでないと。そんな思いが心のどこかにありませんか？受け取ることはわがままではありません。むしろ宇宙からの愛を信頼し、自分を大切にすることなのです。あなたが豊かさを受け取ることで、それはまた他の誰かにも巡っていきます。自分のために受け取ることが周りの人たちにも優しい波動を広げていくのです。だからこそ私は受け取っていい、そう自分に許可を出すことが次の扉を開く鍵となります。宇宙はあなたが受け取る準備ができた時、必要なものを必要な形で届けてくれます。その優しさをどうか信じてみてください。最終章、あなたの内なる豊かさが現実を変えていく。ここまで
魂と一致した豊かさを引き寄せるための3つのステップをお届けしてきました。それは、不足の波動に気づくこと、魂の喜びに従うこと、そして受け取ることを自分に許すこと。この流れを繰り返すうちに、あなたの内側のエネルギーは静かに変化し、それに応じて現実の流れも変わり始めていきます。豊かさとは何かを得ることだけではありません。あなたの内にある満ちている感覚が世界との関係を優しく書き換えていくのです。焦らなくても大丈夫。今この瞬間にもあなたの内なる豊かさは育っています。思考ではなくエネルギーで感じてみてください。静かに、優しく、でも確かにあなたの魂は豊かさと響き合い始めています。どうかその感覚を今日という一日の中でそっと味わってみてくださいね。私はレアリアです。あなたの魂の旅路にいつも寄り添っています。今日のメッセージがあなたの気づきのきっかけになれば嬉しいです。よろしければ高評価やチャンネル登録もぜひお願いします。またコメント欄ではあなたの感じたことや気づきをお聞かせくださいね。一つ一つ大切に読ませていただいています。それではまた次の動画でお会いしましょう。